ローマの興亡。人類の歴史という壮大なタペストリーの中で、ローマ帝国ほど消えることのない足跡を残した文明はほとんどありません。謙虚な都市国家から領土と文化を支配する巨大な国へと昇華したその姿は、古代帝国の野心の頂点を象徴しています。ローマの起源は神話と伝説に包まれており、ロムルスとレムスの伝説的な建国が、後に強力な共和国へと成長する礎を築きました。貴族政治と民主主義の複雑な融合を特徴とするこの生態は、最終的に帝国の威厳をもたらす種を宿していた。共和国は、内部の混乱と階級闘争にもかかわらず、比類のない帝国主義的熱意を示した。一連の容赦ない軍事作戦と巧みな外交策略により、イタリアは地中海沿岸の広大な地域を征服し、前例のない規模の帝国を築き上げた。しかし、ローマ帝国の覇権そのものが、その拡大主義の重圧によって亀裂を生じ始めた。領土拡大の絶え間ない追求は資源を圧迫し、権力内部の陰謀は共和制の基盤を蝕んでいった。アウグストゥスによる帝国への移行は、極めて重要な変革を意味した。それはパックスロマーナとして知られる比較的平和で安定した時代の到来を告げるものであったが、同時に共和主義の精神が徐々に侵食され、帝国主義的絶対主義にとって変わられたことを告げるものでもあった。ローマ帝国の権力の頂点は永久に維持することはできなかった。帝国の広大な国境は、外部からの侵略と内部の衰退によって、ますます維持不可能になっていった。経済の混乱、官僚の怠慢、そして軍事力の衰退により、徐々に衰退が進んだ。西暦4世紀に帝国が東西に分裂したことは、帝国の西半分が間もなく解体される前兆でした。西暦410年の西ゴート族によるローマの略奪は、一つの時代の終わりを象徴する出来事でした。ローマ帝国の崩壊は、単に政治的実態の終焉を意味するものではなく、文化的、歴史的に大きな転換点となった。それは中世の始まりを告げ、その遺産は今日に至るまで西洋文明の基盤に疑いなく影響を与えています。振り返ってみると、ローマ帝国の興亡は、その力の強さにかかわらず、帝国が移り変わるものであることを強調しています。これは、権力の絶頂期には必ず衰退と没落が続き、容赦なく時が流れていくという歴史の周期性を常に思い起こさせるものである。